クリエイティブネオ、そしてプレデビュー曲のパフォーマンス、この2つをここまでくぐり抜けた10人にやっていただいて、その中から BMSG 初めてのボーイズグループ、そのメンバーを僭越ながら決定させていただきたいと思っております。では次のグループ入ってきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒ブラックというチーム名です。黒ブラック、両方言ってることは黒だと思うんだけれどどういう由来のチーム名なの？ぶっちゃけこだわりがなくて、もう本当にチーム名どうするって2人で話した時に、テンションとかバイブスで黒ブラックって僕が適当に言って、でそしたらそうなりました。なるほどねまあチーム名にはこだわりないとは言ったけど、パフォーマンスにはこだわりがあるのかなと思う2人だけれど、はい、どんなパフォーマンスを作りましたか？結構他のチームとはかけ離れた雰囲気のある曲になっているので、その僕とシュントがこのステージで何を表現して見ている人に何を伝えるのかっていう、今回はちょっととあるストーリーをみたいな感じの歌詞になっているので、それをうまく届けるためのパフォーマンスになっているので、ぜひ注目していただきたいです。曲名はアディクティブアートです、そのまま訳すと中毒的な芸術っていう意味になるんですけど、どんだけ聴いてもまた聴きたくなっちゃうような、そういう音楽、それを表現したいなと思ってこの題名にしました。なるほど、はい、2人でやってみた作業はどうでしたか？そうですね、なんかめちゃめちゃぶつかると最初本当に思ってて、なんかどっちも自分強いし絶対毎日喧嘩だろうみたいな話もしてたんですけど、なんか意外とすんなり、今までの多分1ヶ月の合宿とかもあって、お互いを尊重する心が本当にどっちにも成長があったので、いい感じにできました黒ブラック、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。スカイハイさんの「Blame It on Me」という曲をベースに作っています。大人ぶっていないぐらいのセクシーさっていうかで、それをうまいことバランスの取れた曲にしようっていう。こういう振りどうって提案するときに、自分のその 100% のやりたいことというか想像していることをまだ表現しきれないっていうのが、それで結構悩んでた。やっぱこうやって一緒に生活してるからこそ、ペアに認めてもらわなきゃっていう、ペアにこの振り見せてちゃんと納得してもらえるような振りにしないとなみたいな、そういうのがあって、なんかな、微妙だなおい微妙だよ。出てこないなマジで。最近の順位だと1位2位と並んでた2人がペアになっているので、やっぱ最強のタッグみたいな感じでもう一発ぶちかましてやりたいなと思ってます。
まうような Oh yeah, oh yeah 野原色に染まってく 鼓動のうなる交差退屈しのぎの妄想 Don't know 結局だらけでボロボロになってだってそこには何もない誰も求めない偽りの型作ろうでも頭マリオネット君と踊りたい核の空へ飛び立とう This in timeどこも見えないもう消えてしまうほど綺麗な水準の粒落ちその先にある瞳は心を灯す光へ綺麗な水準の粒落ちその先にある瞳は心を灯す光へありがとう。楽曲の中に自分を落とし込んで自分の世界は楽曲が作るし楽曲の世界は自分が表現するしっていう楽曲との会話がね竜兵は今まで楽曲との会話が一番こう多いタイプだなと思ったり俊斗は楽曲の中で自分を見せることが一番上手だなと思ったりしていたんだけどいい部分が本当に絡み合っているなというのを感じました。竜兵が歌ってる時に俊斗が一人でこう踊るというよりは入り込むだね本当に。それが終始こう徹底されていたということ、よくここまで、自分たちだったらこういうものをやるっていうおそらく最初に決めたものと大きくずれはないであろうをいただきまで、よく上り詰めてくれたなというふうに思います。自分の中では不安とか練習中に不安とか、結構一人で抱え込んでた時期は、あったし、僕自身がやっぱ年上っていうのもあってなんか少しでも自分が抱え込むんじゃなくてもっと2人でやらないとっていうふうに思ってたんですけどなんかそのある夜にちょっと打ち明けてみたんですよ。なんかそれの返答がなんかすごいなんだこいつと思ってもう絶対年齢いつ合ってんだろうっていうぐらいなんかすごいなんか励まされる言葉が多くて、そっからすごい順調に進んでったなっていうのを自分でも思うんで、一緒に作れてすごい良かったなって改めて思いました。今までのあなたのパフォーマンスはこれもね実は今まで言ってなかったんだけれど、良くも悪くも最初に見た時にパフォーマンス楽しいんだろうなっていう感情がずっと伝わってきたっていうこと、楽曲のそのものの感情表現としてはもっといろいろあるんだろうなと思ったけどそれを言って楽しいってパフォーマンスする俊斗がいなくなったら嫌だから、ずっとこう心の中で頑張れと思っていたんだけれど、今日のパフォーマンスは完璧に楽曲の感情をあなたが表現している。しかもそれはあなたが作った楽曲なわけだから、素晴らしいアーティストですね。ありがとうございます。ありがとうございます。竜兵は僕自身も結構クリエイティブ審査で反省があったのでいやもうそこは本当に今回はそうはさせないぞというのをまず心に置いてやってたんですけどやっぱ周りのこうクリエイティビティが高い人たちとかに追いついていけるのかなとかそういう不安があったんですけどやっぱそのなんて言うんだろう
2人の考えが同じならそのクリエイティビティが高い低い関係なくいいものが作れるんだなって思いましたし、このシュントと一緒にやれてよかったなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。今日のパフォーマンスで竜兵がまた一皮むけたなと思ったのは、今日は感情がリンクしていたね、横に。それはすごく大事なことで、特に、チームでパフォーマンスする時っていうのはこう前というかさ、見ている人対見ている人っていうのはもちろんとても大事なんだけど、横での感情のつながりっていうのが生まれるとパフォーマンスがアートになっていくよね。はい、そして空間を掌握して、人の心を掴んで離さなく揺り動かすみたいな作業がどんどんとできていくと思うので、このクリエイティブはあなたの音楽人生にとって間違いなく大きな経験になってくると思います。はい、感情の横のつながり、何を目指すかの目線の定め、それはとても大事にしていてほしいです。はい、素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。世代の近いルイ。はい、言った通り中毒性があるっていうのは本当に思って、なんか不思議な感覚でまた聞きたいなと思って、パフォーマンス自体もすごい良かったんですけど、なんか僕2人がクリエイティブを作ってる時、なんかその中身がなんか見えたようなパフォーマンスがあって、なんかお互いを信じ合ってパフォーマンスしてるような感じがあって感動しましたはい、ありがとうございます。そして天。そうですね、2人の性格を知ってるからこそ、すごいなんて言うんだろう、今まで合宿で見たことのないような、あれ俺こんな2人知らないぞみたいな、そんな色気あることしてくるみたいな感じで、すごい今ずっとびっくりしてます。シュントとかが合宿、俺が抜ける時にレベルアップしてみせるからって言った言葉が、もっとレベルアップしてるところ見せてるから、だから絶対に音楽やめないで。あ、本当にレベルアップしてるって思ってすごい感動してます嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。チーム黒ブラック、ありがとうございました。ありがとうございました。次のグループ入ってきてください。チーム名は何にしました？クラブ JRL というチーム名にしました。 JRL は、ジュノンとリョウキと僕の頭文字取ってるんですけど、ちょっと大人の雰囲気というか、何かを足したいねってなった時に、ちょっとスタッフさんとかもね、なんかクラブとかいいんじゃないみたいになって、あ、それめちゃめちゃいいやんっていうので、クラブ JRL っていう結構僕たちもしっくりきて、その名前に決定しました。自分たちをこう表現する時の表情だったりとか雰囲気を楽曲を通してそのまま表現するっていうことを改めて、この3人は課題に、そして武器として披露したいなっていうことを話し合って、セクシーな曲を作ろうっていう話になりました。あまり他のグループとも被らないような楽曲になってると思うし、あまり僕たちダンスはそこまで多くはないんですけど、表情だったりとかそういうもので届けていけたらなと思っています。特に BeFree のね2人は、はい、今まで明るいとか爽やかとかね、そういった方向がどうしても多かったから、こういった曲を聴きたいなと思っていたので、とても嬉しいです。はい、どうでしたか、ジュノンはそういう曲をやるっていうのは。普段でもあんまりなんか歌っても表情とかはそんな作ってなかったりしたので、こういう表情作り、こういうっていうかまだ見せてないんですけど表情作りみたいなところでは本当に猟奇が強かったりするので、いろいろ教えてもらったり、なるほど。あとその楽曲制作段階では僕は今までフリー作ったことなかったんですけど、結局は入ってないんですけど一回フリーをちょっと作ったんですよ。そういうのをなんか受け入れてくれたりで、すごい本当にこの制作からやりやすいメンバーで、年齢が近いっていうのもあると思うんですけど、すごいやりやすくて、自分のパフォーマンスの成長にもなんかうまく成長していった感じです。そうだね。ダンス実際に作ってみたりするっていうのは多分その後に人から振りを入れられる時の見え方、感じ方、体の入り方とかも必ずいい影響があるから、いいトライだったと思いますよ。まだ見てないのに言うのもなんですけれど。では、クラブ JRL よろしくお願いします。お願いします。両期は
俺が今回今すごい課題にしている表現力とか表情とかいろんな部分を全て持ってたりとか、いろいろみんな伝える部分もあったり、両機から吸収できるものがいろいろあるなと思ってたから、両機とは一緒にやりたいなっていうのはもちろん思ってたし、自分たちの武器だったりとか、こういう武器を手にしたいなっていうメンバーが集まった3人です。トラックはストレイキャットという日高さんの曲をちょっとずつ部分変えたものをトラックにしてパフォーマンスしています。3人ともこうちゃんとアイデアとかもあって、ここはこういう風にした方がいいんじゃないかなとか、ここはどうみたいな、なんかそういうのをちゃんと言い合えてるので、壁ぶつからずにできている気がしますね。前回のクリエイティブの時に比べたらクリエイティビティが見せれてるんじゃないかなっていうのは思ってます。20を超えてる20歳大人の、3人組なんですけど、だからこそこう出せるなんか大人の色気だったり妖艶さっていうのをまたいつもの僕たちとは違うなんか一面を見ていただけたらすごく嬉しいなというふうに思ってます。楽しみですね。緊張もないですよ。めっちゃワクワクします。何？ナイスです。よし。知らない長越しによがって腐れたフレグランス持ち合わせた世界、触れた鼓動の余韻に揺られてるマインド、スリルも全部感じてる Day by Day。 比べれない昨日の話、比べられないって君と話、ハイもライクもさら何が違うんだい、ハイになったからさわからない、 Little better 蘇る記憶の言い訳で Little better 晴れるみんな謎甘く濡れる嘘、フラッシュバックすると何が悪いの。 What is that you love さらぬオディアン、はだけていても映るのは嘘、甘い太陽に求める答え、夜明けの前に Stop me all lonely night、 夜を越える旅は沈みゆくまま取り戻せない。 What is that you love 空のボディや畑でいても映るのは嘘、甘い太陽に求める答え、夜明けの前に旅 All lonely night。 What is that you love 空のボディや迫る誘押し寄せるムード、淡い香りに近づく My feeling、 踏み込む前に Lonely lonely night、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  このまま落ちてくだけ Lonely lonely night。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。もちろん楽曲自体のパフォーマンスが良かったっていうのもあるんだけれど、自分が一番嬉しいのはこういう部分が見たかったなっていうのを最後にまとめて見せてもらえたところかなと思います。ジュノンはやっぱり BeFree の時くらいから思ってたけど、意識してないであろうところとかに色気が出たりするから、なのでそれをこう前に出したらどうなるのかなと思っていたんだけど、よかったね。表情がついた時とかもさ、もちろん鳴りが変わったりするから、それはすごいこう素敵な効果をいくつも発揮していたし、他の2人にも言えるんだけれど、どういうところが魅力的かっていうのを説明するのにとても分かりやすい、3分間だったなと思います。運動神経もいいなって思いました。ダンスも伸びると思います。素晴らしいパフォーマンスありがとうございます。本当になんか気持ちかったです。やってる最中なんか笑顔とか合わない曲ですけど、本当なんか笑顔になりたいくらいやってて気持ちいいかったので、一番入り込めてたんじゃないかなって思うし、
パフォーマンス自体もみんな良かったよね。見てないからね、客観的には見えてないからね。客観的に早く見たいなって思うくらい良かったんじゃないかなって思います。亮希も二次審査で見た時くらいからね、前も言ったばっかだね。そうこの声のあたりはラッパーの声だなというか、ラップ上手くなるだろうなという感覚はすごいあったし、リゾナンスも綺麗だし、言葉と言葉が途切れないというかさ、ずっと発声が一箇所で当たっている状態だから、歌の発声とラップの発声って厳密にはそこが違うからさ、なんか花を咲かせたなという感じがします。グルーヴもずっと途切れず、当てるとこも当てて、スキルを見せているんだけれども、スキルを見せることを大事にするんじゃなくて、抜きの部分でアピールするみたいな、あなたのそのなんだろう、自分のかっこいいところをデザインする姿っていうのがすごいいい形で出てたと思います。ありがとうございます。この3人でなんかやったらすごいなんか本当に面白いものが生まれるんじゃないかなって思って、簡単に言えば、なんか3人素直みたいなところだったりっていうのがいいパフォーマンスにつながるんじゃないかなって思った結果、今本番を終えてみて間違ってなかったなって思えた感想だったし、本当にここまで3人でたくさん話し合ってたくさん楽しく音楽を作れて最高のパフォーマンスを自分たちなりに届けることができたんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、レオもね、終わった瞬間の笑顔だもんね。普段との雰囲気の差というかさ、まだ見てない部分があるなと思っていたからずっと見ていたんだけど、レオはその楽曲に入っている時の集中もずっと最後まで途切れていなかったのを感じていたし、こういうさ振りがないやつってさ、こう止まってる時とかって途切れやすかったりするじゃない。そういうのが一回もなかったかな。歌と歌の間にずっと感情の集中を途切れさせなかったのは、あなたはすごいそのパフォーマンスの、背骨の部分をずっと担っていたなと思います。パンチ力が強い亮希だったり、一瞬で空気を変えられるジュノの声だったり、そういうものがある中であなたがずっと背骨にいたことは、このチームのパフォーマンスにとってものすごい大事なことでした。すごい素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。課題としてその妖艶さだったりとか、そういうのを身につけたいなとか思ってて、亮希と組んだら多分習えるだろうなというか、なんか得られるだろうなと思ってやってる中で、本当に歌に入り込むっていうことを大事にしてたので、なんかさっき日高さんにそうやっていろいろ言っていただいて、すごく嬉しいなって思ってます。はいいや、とても素敵でした。相性の面で言ったら成分がだいぶちょうどいい具合にレオと亮希、レオとジュノンっていうのはちょうど成分がだいぶ違うところが多いから、切り替わった時とかの気持ちよさは増されてたね。なんだろう、スイカに塩みたいな感じだったね、はい、混ざると甘くなるっていうね、はい、感じだったよ、はい、ありがとうございます。直樹いかがでしたか？はい、僕一番年が近いとか23、同い年が2人ジュノンとレオがいるんですけど、まあなんかとりあえずセクシーだったしみんな3人それぞれのセクシーのなんか色というか、そういうのが全部違ってめちゃくちゃかっこいいな、いいなって思いました。あとはその曲のロンリーロンリーナイトがずっと頭残っててめちゃくちゃいいなって思いました、ありがとう、持っている表情の引き出しの種類がだいぶ違う3人だったもんね。そうですね、はい、では俊介どうでしたか？いや、なんかもうレオくんが最初目覚まし時計を止めるところからっていう演出はなんか、いや、なんか思いつかないなと思って、そこもなんかその3人らしいところを感じましたし、とにかくメロディーラインが自分的にはすごい綺麗ですごい聴きやすい曲っていうか、その中でもしっかりとこうセクシーなところを残せてるなっていうのが、もう純粋にもうリスペクトするところがいっぱいだなと思いました。で、亮希君とジュノン君はクリエイティブの審査で B チームで本当に大変だったチームだったし、もう亮希君とちょっとバトったのが懐かしいけど心のなんていうんですかね、内を吐き合った中で、なんかこう他のメンバーを見てるよりも亮希君を見てるのがすごい自分的にはなんかこう感慨深いっていうか、あとこの楽曲は多分そのどのメンバーよりも亮希君が一番合ってるんじゃないかなっていうセクシーな感じだったりとかがすごい僕的には感じました。後で焼肉行きましょう。
ジュノン君もなんか本当にこんなセクシーなジュノン君なんかいたんだみたいなでしょ本当に素晴らしい作品でした。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵な合宿の成果を見せてくれてありがとうございました。ありがとうございました。頑張って応援してるよ。締めてくれよ。では最後のグループ入ってきてください。チームランレイですまあランレイだよね。ランレイに関してはランレイしか浮かばないよね。どういったこうパフォーマンスを今日は見せてくれるんですか？曲のコンセプトは、僕ららしく音楽を感じてもう普通に何も考えずにもう踊って楽しむことが僕らの曲のコンセプトです。なるほど。三次審査から本当にずっとそうだよね。一緒にやってきてて唯一の同い年でそうだよねもうこんなになんか共通すること多いんだっていうぐらい曲のこう好きなものもあって、制作は本当に自分たちが好きなような音楽と好きなようなメロディーと好きなようなダンスと本当になんか僕たちらしいものがどんどんこう積み重なってできた一曲なので純粋に楽しかったし、でお互いのまた新しい一面とかもいろいろ見れて、そこもこのオーディションを通してきた僕たちの思いだったりとか、そういうのも音楽この僕たちの楽曲の中に含まれているのでそこも全てこうなんだろう2人でよかったって思えた期間でした。そうだよね。音楽を作るって楽しいもんね。楽しいです力強くなったね。僕たちもただ純粋に楽しませてもらおうかなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。トラックは、ベースにスカイハイさんの「アドベンチャー」という、楽曲の音を使ってるんですけど、アドベンチャーっていうこの題名で僕たちがこのオーディションを通してこう進んできた道というか、なんかそういうのも含めてなんか自分たちらしい音楽だなっていう風に捉えたので、僕らも見てる側も楽しくなれるような曲を作りたくて。あ、やばい。これはじゃあ一回ハイタッチしていい？一回ハイタッチしていい？なんなんすかね、なんか本当に意見が合うし、多分それぞれの良さっていうのも分かってるし、何が言いたいかも多分分かってるんですよ、お互いが。だからそれでこう結構意思疎通ができてて、三次審査の時のいいチームで一緒になったランちゃんと最後の最後いっぱい楽しめたら、もうそれクリエイティブ審査はそれがもう正解なんじゃないかなって思ってます。なんか一番はやっぱ楽しみたいなっていう感じです。もうここまで来たし、僕らの声と体と、流れてる音楽のシンクロを感じてみてほしいです。おお、いいねいいね。おお。頑張ろう。やっちまおうぜ。やっちまおうぜ。昨日のバッドムーンに流されて、気づけばヘビーウェイ引きずってた。僕のフェリーフードも味気なくて、Baby why どうして固まっちゃうの。見えなくなる My way 浮ついた僕の前で周り見渡して Don't feel
て Just believe 信じない Open your heart yeah can you feel it Run the race back 意味もない迷いにとらわれてた一人もがき抱え込んでた暗い檻の中光を求めたいつしか隣寄り添って自分らしくリズム刻み進んでいくEverybody, let's go! Let's dance! 僕らの顔では Dance! Yeah, shake your body Yeah, no There's no right or wrong We go down, still down Let's rock! Oh, yeah, yeah, yeah Oh, this rock, this fight New fight, new fight, it's new fight, it's new fight Now let's rock! ありがとう。素晴らしいパフォーマンスありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。パフォーマンスやってみていかがでしたか？最初僕らがまず曲の制作の時から話してたのが聴いてる人も僕らも楽しめるような楽曲にしたいねって話をして今パフォーマンスして思ったのはちょっと足りない部分はあったかもしれないけど楽しかったからランちゃんと一緒のチームでよかったなって今思いました何が一番素晴らしかったかって言ったら表情とか声色とかってこう自分だったりトレーナーだったりはさつけることをこうお願いするじゃない。その表情をつけようとか動きをつけようとか、本当はさ音楽聴いて思わず出てきたらそれに越したことはないわけじゃない。れいちゃんの今日のパフォーマンスは完全にそういったものがやっぱりあったね。君はその音楽が何を求めてるかをちゃんとこう受け取ることができるしあなたがどういうアーティストなのかというかあなたがどういう音楽をこう聴いてきたのかがあなたの声に表れてる。あなたは多分あなたが尊敬するアーティストからのバトンを今ちゃんと受け取ってると思います。走っていきましょう。はい。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。ランははいまずは本当にレイちゃんと一緒にこうやって楽曲制作をできたこととこうやって一緒のまたステージでパフォーマンスできたことに本当にもう嬉しくて3次審査の時にずっとダンスができないって言ってたレイちゃんがこんなに楽しくダンスをやっている姿を見れたのがもうなんか僕の中ではすごくこう結構感慨深いものがあってでこのパフォーマンス自体も僕が本当にレイちゃんがこう日常的に音楽に乗っているものをこうどうにかパフォーマンスで体現させたいと思ってでそれでこうレイちゃんが本当に心から乗れるような振り付けだったりとかそういうものをこう取り入れたらもうその通りに感情ままにやってくれて本当に楽しかったですしで僕もその今までにやったことないような声の出し方とかもそうですし自分も成長できたというかもう純粋にここでパフォーマンスできてそして皆さんに見てもらえてよかったなと思ってます。ありがとうございます。そうだねそういった意味で本当に、チームワーク本当の意味でチームワークが良かったなと思います。トラックが求めている、メロディーをレイちゃんが生み出しているなトラックからちゃんと引き出しているなという感覚もあったし、楽曲のグルーヴを漏れることなくパフォーマンスに落とし込んで2人としてのパフォーマンスとしてこうやって完成させているんだなっていうのをランから感じることもできたし楽曲とパフォーマンスがリンクしているっていうことはつまり
感情にリンクしちゃうよね。楽しくなってくるし、楽しくなってくるとまた表現も良くなってくるしっていうすごく素敵なループが見えました。この楽曲を2人でやることは人生にとっても一つ、大きな意味があったんじゃないかなと少し思いました。パートナーは一体何を考えてるんだろうとか、どういうことを僕はやってあげられるんだろうで話すっていう感じの、チームワーク、それは理想的だと思います。楽曲に対してもパフォーマンスパートナーに対しても、聞く力をすごく強く大切にしていたあなたたちがいいパフォーマンスするのは必然だったなと思います。素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。俊介いかがでしたか？いやめちゃくちゃ楽しかったです本当になんか2人にしか出せない雰囲気だったと思いますし、ランこんなメロディーライン歌うんだみたいな、そういうなんかこう驚きもあったし、何よりなんかすごい男らしくなっててすごいかっこいいなって思いました。僕レイちゃんの一番リスペクトしているところが、そのなんだろう、音楽を愛する愛し方っていうか、音楽との距離感だったりとか、自分がその今回合宿で脱落してから音楽を愛するその愛し方っていうのをすごい僕は一番多分勉強させてもらって、レイちゃんのパフォーマンスを見てるとこっちも楽しくなるし、なんか音楽好きでよかったなって思わせてくれるような、なんかそういうパフォーマンスをレイちゃんから毎回見れるんで、それは自分の中ですごいレイちゃんの一番大好きなところだし、すごいリスペクトしています。本当に素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。そう今のめっちゃいい。そうそれ幽霊幽霊。いやいや久しぶり久しぶりもうやめてよもうごめんなさい。正直一番今回呼ばれて楽しみにしてたのはランとレイちゃんのパフォーマンスで、3次審査で一緒にビューティフルナをやって、で今回のパフォーマンスを見て、まだ音楽を好きにさせてくれてありがとうって気持ちでいっぱいですし、なんか思い入れのある2人だからすごい見ててすごく感動しました本当にありがとうこちらこそありがとうありがとう。次の最後の最後のステージも楽しみにしてます。グループ名はこちらです。発表していきますね。その炎を燃やせ